よさみガーデンフェスタに来てます。じゃあ今日は高見さんにインタビューします。こんにちは。こんにちは。じゃあよろしくお願いします。お願いします。なんか運んでますね。運んでます。今朝は何食べましたか？今日はご飯と味噌汁。いつもいつもはパン。いつもパン。なんか理由あります？今日いや、今日朝食。朝食パはンの日ていうか作ってくれないから自分で簡単に作りやすいもの。全部自分で作るから。とか。好きな飲み物は何でしょう？まあ痛風だけどビールかな。そうなんです。痛風だけどビールかな。尊敬する人。尊敬する葛西努ですね。まあ理由を聞いたらすごく長そうですよね。まあ理由は聞かないでも。まあみんな尊敬する、人多いですので。最近笑ったのはどんなことですか？最近か。まあいつも笑ってるな。そんなにもう最近ストレスを感じなくなってきて悩まなくなった。休みの日はどんなことをしてます？休みは趣味の園芸をまず休みだったら見てるかな。趣味のテレビですか？テレビ。面白いです。村雨が好きなんで村雨を見て楽しんでる。はい。仕事以外で夢中になっていることはありますか？仕事以外では映画見るくらいかな。子供の頃は何になりたかったですか？子供の頃は何にもなりたいものがなかった。はい。じゃあどうしてこの仕事を？まあ途中映画を見まくって高校ぐらいからずっと年間4、500本ぐらい見ちゃってそれがもう高じてもう自分の好きな映画監督に会いに行ってそのままスタッフになってで映画の業界にちょっと入っちゃったっていうのがで、まあ映画自分で1本撮ってそれがなんかもう不完全燃焼に終わったんでそれを脱却するためになんか知らないけど庭の世界に何も知らず飛び込んで今に至るっていう感じ。一番好きな道具は何ですか？道具？道具か。ノコギリかな。ノコギリ。道具に名前つけたことあります？名前つけたことないね。ノコちゃんみたいな。ない。忘れられない現場ってありますか？あるね、やっぱり。どんな？やっぱり自分が初めて作った現場。もうまだ全然独立してもないただの従業員時代にもう一番最初に設計してで今もずっと30年ぐらい管理してるその現場はもう忘れられないから、そこで勉強したっていうのが、仕事中どんなこと考えてますか？仕事中か。無心な人もいますけど。いや結構ね焦ってるいつも、人もなんか早く終わらせたいからいつも気を焦って仕事してる。余裕を持って仕事しない。良い仕事ができたなって思うのはどんな時ですか？当たり前すぎるけどお客さんが喜んでもらったのと自分が思う以上のものができた時自分の、計算通りできるのが当たり前なんだけどそれを超えた時っていうのが一番面白いかな。師匠とか先輩から言われて心に残ってる。先輩に言われた時とか今一番感じてるのはあんまり自分の優しいところばかりを見せるなみたいな。自然と向き合った時に怖いと感じますか？いやもう初めからもともと熊野の原生林から始まってるんで、怖いしか考えたことがない。怖いし、この仕事の一般の人が知らない面白さ。一般の人が知らない面白さ。やっぱり感覚が鋭くなる。やっぱり生き物を相手にするのでそれには生命が必ず宿ってるので、そういうのといつもたくさん関われば関わるだけ神経が鋭敏になるというか、人が感じないものまで感じれるようなものが自然と備わってくるっていうのが面白いところ。辛いことはありますか？辛いところはねやっぱり
やっぱりいろいろ人間いろいろ違うんで、自分の感覚ばっかりが伝わらないという、はい。全て 100% 伝わらない時のストレスかな。それが辛い時かな。10年後この仕事どうなってると思います？10年後か。10年後はものすごく期待してる。逆に言うと今の20代ぐらいが新しい時代を作るんじゃないかっていう、そうさせるために今自分が頑張ることによって全然違った業界になると、はい、しなきゃいけないと思ってる。じゃあこの仕事始めたばかりの人に何か言いたいことっていうのはそういうことになります？まあね、一言だけ言えるとしたら。面白い面白い、ことをやろうっていう感じ、あなたが美しいと思う人工物、これはアイアンですかね？アイアンだね、鉄の可能性に見出されてからはもう鉄っていうものがもう全て自然のものなのに、人工的にどんな変化にもなる、溶かして刃物にもなるし、棒が一つの塔になったりとか鉄塔になったりとか全てに変化できる。やっぱり自然の素材でありながらその自由さが一番面白い。伝統って何でしょう？晴れてないね。実際には伝統っていうイメージっていうものと実際は違うっていう、伝統って本当はないんだなと思ってる。自然とはどういうものですか？自然は怖いもの怖いもというか、もう自然なんて簡単にいいものだなんて言っちゃダメだなと思って、こんな怖いものはないかなって。まあ神に近い自分の中では、人間を生かすも殺すも自然というか緑の力なくしてはありえないんで、人間生きていけないから。この仕事を通して自分が変わったと思うことありますか？もともと別に緑とか全然興味もないし、それこそ映画にかじりついてた時なんか全く多分他の人よりも園芸に関しては全く無頓着で、だからもうこの業界に入らなければ今の感覚にまでいかないので、これからやってみたいこと。これからやってみたいことは、個人でできる最大限のことをやる。具体的には人が多く集まって大きなことをやることは簡単だけど、一人の人間の感覚だけで時代が動かせるっていうようなことをしてみたい。この仕事、庭の仕事を一言で表すなら何でしょう？庭の仕事一言か。難しいねやっぱ怖いものかな。やっぱり自然を扱う意味で怖い。なるほどなるほど。怖いもので。もし魔法の道具が一つ手に入るとしたら何が欲しいですか？ドラえもんが出してくれるみたいな。難しいこと言うね、また。なんだ。ドラえもんの道具でいい？いい。タイムマシンかな。タイムマシン。どこ行く？どこ行きます？いや、やっぱりね、自分が一番憧れてたもう生まれた頃の時代、昭和60年代後半ぐらいのもうウッドストックとか、ああいうなんかもう自分では想像でしかないところに行きたい。なるほどなるほど。生まれてないけど雑誌とかで見てロックの生まれたものとか、そういうほとばしるような若い人たちの息吹みたいなのを、だから自分が今70、もし76ぐらいの世代だったらその時代に生きてたわけだから、今では絶対いけないから、その時代に生きてみたい。なるほど。自分という人間が。じゃあ最後の質問です。今見えている景色、ビジョンでも景色でもいいですけれども、景色に一言。景色。子供たちっていうか、これから生まれてくる子供たちの未来かな。それに庭が関わってきて、自分が思う子供の頃のような、自分たちが育った子供の頃のような子供たちに戻ってほしいっていう、
それに努力したいかなっていうありがとうございます。感じです。はい。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうござい失礼しまます。